この動画の注意事項を説明します。1、この動画はホワイトアルバム2のネタバレを含んでいます。2、この動画は目玉の個人的な見解や感想になります。3、目玉は完全な小木曽刹那ファンです。刹那以外の女性キャラファンの方はご注意ください。4、一部不適切な感想などもありますのでご注意ください。5、目玉は完全な小木曽刹那ファンです。刹那以外の女性キャラファンの方はご注意ください。ホワイトアルバム2幸せの向こう側を絶賛プレイ中。1、ノーマルエンディング。俺がホワイトアルバム2を知ったのはアニメだった。1クールでアニメというより昼ドラのようなドロドロ展開で毎週楽しみに見ていた。結構熱中して見ていたように思うが、4年近く経過するとストーリーもキャラクターもいまいち思い出せない。普段ゲームは全くしないのだが、嫁の弟が大絶賛しており、今回持参してきたのでプレイしてみることになった。プレイって言っても序盤は選択肢もなく、海猫の鳴く頃にのようにバーッと眺めるだけだ。ストーリーを見ながらアニメを思い出すが、4年も経つとピンとこない。全体を見終えてなんとなく思い出すくらいだ。アニメ以降の展開をゲームでは見ることができるらしい。ストーリーは思い出せなかったが、アニメを見ていた当時は遠間和沙推しであった。しかしゲームで見返すとが全小木曽刹那である。このブログを打っている状態ではまだホワイトアルバム2はクリアしていない。ちなみに言い忘れていたが、今やってるホワイトアルバム2は残念ながら18金ではなく17金。結局のところ S シーンなし。その寸前まででお預けを食らう。なんで犬しちゃうさんが18金でまるで使えたままなきゃいけないの。 TS や PS2 で遊んでいたギャルゲーは卒業したら終了なので、何億回プレイしようがその先はない。しかしホワイトアルバム2の場合は大学生になって展開もあり、就職までいけるらしい。まさに人生をフルで楽しめる。その代わりめちゃくちゃに長い。現実世界を忘れるほど長い。現に昨日も大学生時代だけで15時間くらいプレイした。それでも全然進んでいない。俺の知っているギャルゲーとは違い、ホワイトアルバム2は大学時代のキャラをクリアしていかないとメインヒロインまでたどり着けない。好きでもないキャラをクリアするのは面倒だし気合だ。こういうゲームはいろいろなキャラが出てくる。もちろん全員のエピソードをクリアするのはゲームの醍醐味だし、ゲーム制作者への感謝の念でもある。だが俺は好きなヒロインしかクリアしない。好きなヒロインのエピソードを全部見たら俺のゲームは終了する。なのでホワイトアルバム2は本当に心苦しい。ダジ、俺は刹那を救いたいのと右手でわかるのにない。遠間和沙は右手なかった。大学前まではほのぼのした描写が続いたが、空港でのキスは正直やつけを通り越して具合が悪くなった。誰に取らせてもあと出して返したらって遠間和沙は許せない。刹那は自分を責めているようだが落ち度はない。あざとい部分はいろいろあるが、そもそも主人公と付き合う前に遠間和沙に許可をもらい、主人公も付き合うって言ったにもかかわらず後になってからやった好きでしたみたいな。そして彼女よりも先にそうした挙句、悲劇だけを日本に残し、主人公の人気を奪ってその前の嘘死んだ。それでもけなげな刹那は主人公に近づこうとするが主人公はそれを拒否。すれ違いではなく一方的にしたと、さらに連絡もしないというくずっぷりを発揮する。そのくせ新キャラの女子大生や後輩やバイト先の上司にはガンガン近づき、どんどん物にしていく。都合の良い女をそばに置きたがり、都合が悪い女は追い出す。後輩が気まずくなった際には意を使い後輩を近寄らないように仕向けるが、後輩との距離が縮まると意を攻め立てて後輩との距離を保つ。誠多姫を彷彿とさせる残酷非道なサイコパスである。しかし画面前の俺にはどうすることもできない。残念だが刹那を救えるのはお前しかいないのだ主人公よ。このゲームは異常なまでに刹那をなぶり物にするため、見ているこっちの精神が参ってしまう。大至急サブヒロインをクリアして刹那を救出しなければ。とにかく刹那の笑顔が見えなければ俺の冬は終われない。ちゃんと幸せな刹那を見れるか不安だったが、Amazon レビューで俺同様の刹那ファンがくじけそうな場面が何度もありますが諦めずにプレイしてください。と語っている。あ、くじけそうだ。
今も主人公にタヒネイモヤモヤしながらプレイしている。次回ホワイトアルバム2幸せの向こう側を絶賛プレイ中に杉浦小春エンド